大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨン、グリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい、こんにちは、柴崎ですよ。今年もね、元気に絵を描いていきましょうね。さて、実はね、なんとなくいつもと雰囲気違うでしょう。ペンテルさんの本社です、ここは。ね、この素晴らしい場所でね、さらにね、今日スペシャルなお客さんを呼んでおります。ではご紹介しますね。山田五郎さんです。はい、よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日はね、こちらのペンテルさんと塩垣先生が共同開発されたこのアートクレヨン、ありがとうございます。これを使ってこの絵を教えてくださるということでいやこの先生に直接もうね、いつも YouTube で拝見してますけれども、直接ご指導いただけるということでかなり緊張してやってまいりました。はい、いやもういつもね、僕も山田さんのね、素晴らしい知識をね、楽しみに見てるんですけどね、そのご本人に今日お会いして、いやお互い様ですよ、それは。はい、私も本物だって思いましたよ。まず一番最初に一緒に絵描けるね、楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、先生がかつて、フェイマススクールの講師をされてたって、私長らく講談社に勤めておりまして、はい、他人のような気が、そんな縁が、はい、そんなご縁もございました。初めて聞きました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ何かね、そちらに今日ペンテルさんがね、歴史ある画材をね、見せてくれるそうなので、気になりますね。ちょっと拝見に上がりたいと思います。ぜひぜひ。はい。ね、懐かしいですね。我々ペンテルクレヨンといえばやっぱこのイメージがありますが、はい。先生はでも私よりは10ほど上の。でもやっぱこれですか。これですか。今日これをね、全部ね携わってくれてるペンテルの田島さんによろしくお願いします。よろしくお願いします。ペンテルの田島と申します。はい、よろしくお願いいたします。私の方からはですね、ペンテルのクレヨンの歴史を簡単にお話ししたいと。ぜひぜひお願いします。はい。左上の方がですね、一番古いクレヨンになります。私たち1946年に創業。46年。戦後すぐですね。何にももののない。創業したんですけれども、実はクレヨンの国内生産から始まっておりまして。なるほど。で、一番左上にあるメイロークレヨンってあるんですけれども、これが本物らしいです。はい、そうですね。1本だけちょっと外に出してあります。このメイロークレヨンが翌年の1947年製クレヨンでございます。柴崎と同い年。柴崎先生と同じ。メイローっていうのはいわゆる明朗会計の明朗で、それなんですかね。明朗ですかね。明るく朗らかというそれがこれカタカナなんですか。面白いね。これもすでに野球が人気だったんですね。はい、このメイロークレヨンなんですが、一番古いクレヨン、本日は特別に試し書きをしていただこうかなと思って、これはもうぜひ先生、いやいや俺がやっちゃう話。山田さんも昔の記憶を思い出すようにお願いします。なんでどんなものを書けばいいんでしょうかね。塗り紅茶どうぞ。ぐるぐるでもなんでなんでしょう。じゃあ私のいやちょっとやっぱ硬い、あんまり力を入れて書くのも怖いので。そうですね、やはり硬めですよね。創業当時のクレヨンはこんな書き味だったかなと思って、その後ですね、皆さんおなじみの先ほども取り上げていただきましたペンテルクレヨンですよね。こちらですよね。創業から9年目にできまして、9年目で。で、パッケージよく見ると男の子と女の子の、微妙に女の子これ変わってますね。いるんですよ。微妙にね。いわゆる子供って男の子女の子っていうとやっぱりイメージが変わりますよね。髪型も
昔は坊主の男の子だったり、ここでパッツリ切られてたんですよ、昔は。先生の頃こんな感じなんじゃないんですか。みんな坊主でしたからね。はい。やはり最初の迷路クレヨンも、かなりローっぽかったと思うんですけれども、そこから日本人のやはり筆圧とか書き味の好みに合わせて、やっぱり今のクレヨンにつながってるんですね。今のクレヨンってもう俺たちのが子供の頃よりだいぶいいんですか。だいぶ違うと思いますよ。もしあれよろしければ、はい、いいですか。はい、同じような色ですけどね。あ、全然違う。違うですね。もう動き方が滑らかですよ。ああ。もう同じ筆圧で描いてももう。色も出方も全然滑らかですね。塗るのももう。そうなんだよ。画家で版画家の山本かなえさんが子どもたちの美術教育っていうのを考えてて、でその伸びるクレヨンとパステルのいいとこ取ったやつをっていうんで開発したそうなんですけども。なるほど。それでね、私YouTube のねいろんな美術の画家さんを紹介するチャンネルをやってるんですけども、村山海太という若くして亡くなった日本の画家であり詩人、この人がね山本かなえのいとこなんですよ。そうなんですか。それで中学時代に村山海太が我流でパステルを油で溶いて描いてるんですよ。で山本かなえ結構それを見て村山海太に「お前画家になれ」って勧めて油絵の具を与えたっていうんですけども、もしかしたらそれが頭にあってパステルをに油を混ぜて伸びを良くするっていう画材を考えたのかもしれないななんて思いましたけど、ね、パステルの一番問題点はとにかく定着しないということですからね。はい、なるほど。それに油を加えた。さあ、じゃあこんなことなんか、ありがとうございます。大変勉強になりましたね。新年早々頭いっぱいになりました。こんな歴史の中から生まれたのがそうなんです。アートクレヨンということでね、今日は山田さんお招きしてるのでね、最初言ったように柴崎と一緒に今日書き初めをしてみたいと。うわー緊張すんな、よろしくお願いいたします。お手柔らかにお願いいたします。さあ、それじゃあですね、一緒に書いてみたいと思うんですけれども、今日使う画材はね、もうあなたもおなじみのこのペンテルさんのねアートクレヨンです。これを使ってね、印象派風の絵をね、今日は山田さんと一緒に描いてみたいと思います。描けるかな。いつも先生のチャンネル拝見しててねさあ柴崎はここに青を入れますよとかっていや柴崎は入れるかもしれないけど俺は人の肌に青が入ったりするじゃないですか。勇気が出ないんですよ。そうですか。じゃあ今日は楽しんで、はい、で今日描くのはなんかちょっと聞いておいたんですけどね、山田さんが大好きなモネの睡蓮の絵を描いてみたいと思います。これまたね難しいこと言っちゃいましたね。僕自分で墓穴を掘りましたね。じゃあやってみましょうね。はい、まず何から手をつけていいのかすらわからないですよ先生。じゃあペンテルさんのシャーペンを使って、まず形を描きます。睡蓮がいっぱいあるとことから水が映って暗いところと、からまた前景に少し睡蓮があるところみたいな当たりをつけておきたいと思います。いいですね。もうできたも同然です。それはどこがですか。じゃあこのアートクレヨンを使って描きます。先生、この発色を選ばれたっていうのはどういう基準だったんですか。まずパッと見てね、まず綺麗、もうやる気が起きるっていうやつですね。そこですか。このクレヨンっていうかこのパステル車の並びが綺麗。そう、それからやっぱりまず三原色ですよね。赤青黄色、それからやっぱり中間色も欲しかったんですけど、じゃあ中間色何を選ぶかというと、やっぱり綺麗ってことと、いろいろと温かい気持ちが使えるでしょうっていうんでこのピンクを選んだんですね。それからあとは土を描いたりですね、なんかと緑と。そうなんですよ。日本は木が多いので緑が必要。それから当然白黒と。なるほどね。このピンクがポイントですね。そうなんですよ。ここは今回もこれ十分生きてくるかと思います。青がこれプルシアンブルーぐらいの濃さですよね。そう。これはやっぱりこんぐらい濃い方が
こう色っていうのはですね、暗くするっていうのは難しいんですね。暗く鮮やかにってのは難しいですよ。黒を混ぜると暗くなるけども、そうするとやっぱグレーっぽくなっちゃうので、だからやっぱ暗い鮮やかな色っていうのは必要なんですね。グリーンもだから一番暗い色ですね。なるほどね。はい、明るくするのは白を混ぜられますけども、暗くするのに黒を混ぜると、グレーになってしまうっていうね、濁ってしまう、そういう辛さがあるので、なるほど、そこで考え抜かれた配色になってるわけですね。じゃあまず黄色を取ってみたいと思います。黄色ですか。はい、はい、それでですね、少し中でポキッと折って折っちゃうんですか。はい、折ってみたいと思います。なんか変な折り方して、大丈夫です。はい、はい、でこれでここに横に置いてですね、もう自由で結構ですので、ざっとまずね、こんな風に塗っちゃうんですか。そうですそうです。ザクザクザクっと置いてきます。結構入れちゃうんですね、黄色を。そうなんですそうなんです。いろんなとこ。全体にですか。はい、そうです。じゃあ今度はピンクをちょっとポッキン。また折るんですか。はい。ピンクですか。ピンクです。先生、ここにピンク入れますか。そうです。はい。はい。こういうとこなんだよな、先生の。これを少し、これは隠し味ですので、ホワイトを塗って伸ばしてみましょう。ホワイト。はい。じゃあこれまたこれを折ります。もう全部折っちゃうんですね。もう最初から折っとけばいいですね、もうこれ。はい。これ白なんですけど、同時にね、この白いこのアートクレヨンはね、ただの白じゃなくて、これがね、油絵の具でいうとペインティングオイルに当たるんですね。なるほど。色を伸ばすために必要なんですよね。はい。なのでこれをまず全体にまんべんなくそっとこう。なんかね、もう現時点でね、違いますわ。違いますか。先生、なおの俺なんかこうだ。なんつか味がない味がない。そんなことはないですよ。まだ全然まだ人生スタートですか。人生スタート。これから社長になるかどうかまだわからない。まだわからないですか。まだわからない。まだ生まれたばっかり。はい。こういう白まんべんなく。そうです。ざっと。はい。もう本当にアバウトなんですね。なんかでもこう白であれしていくと感じが出てきますよね。このムラがいいですのでね。こう印象だから少しこう叩くようにちょっと点描風な調子も加えながら筆色分割で少しこうやっていくともうこの段階でちょっとねモネっぽくなってくる可能性があるんですね。そうですそうです。またピンクなんかもこう少しこうやってちょっと入れるとほら急に印象っぽくなるんですよ。これ全体の雰囲気がこれでこう印象っぽくなってきます。そうなんですよね。でこのね印象にこのブルーとピンクっていうのはね欠かせない色なんですよね。ピンク入れてるんだ。そうなんですよ。いやそれで一応ちょっと睡蓮書いてみましょうか。はい。ですね。睡蓮ってどう書きゃいいんだ。遠くですから、遠くはですねどんな形のものでも、遠くはねただ平らの線で見えるわけですね。なのでここもそんな印象で書きます。まずイエローで、これはそっとですね、この紙の白をちょっと大事にそっと、当たるを幸いねこう横の線でちょっとこう書きましょうってわけですね。というような雰囲気です。いいですね。睡蓮には見えんな。だんだん見えてきます。大丈夫。じゃあまたここでピンクをまた少しこうやって横にしてこうやって置いていきます。そうです。ちゃっと置いていけば大丈夫です。このねムラって大事なんですよね。ピンクがたくさんあるところ少ししかないところ。なるほど。どうしてもね均等にやっちゃいますよね。そうなんですよ。絵描くとねどうしても均等に人間っていうのはこう繰り返す動物ですからね繰り返しちゃうんですよね。それ繰り返さないということがリズム要はねリズムが大事ですね。いいですよ雰囲気が。うまいなやっぱ睡蓮に見えるもんな。当たり前なんだけどそんな真似できるはずもないんだ。いやでももう雰囲気ありますよ十分。まだまだですか。今度ホワイト登場しますのでまだ大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ大丈夫。で今度こうホワイトに頼ろう。じゃあホワイトです。ホワイトオートありますよね。はい。じゃあこれも手前こうやってじゃあ少し軽く楕円をちょっと書くかなみたいな気持ちで。楕円。はい。
あ、この楕円は睡蓮なんですね。そうですね。睡蓮の葉っぱです。その通りです。最初は説明すればよかったですね。その通りですよ。はい。いいですね。難しいな。見えますね、先生のは水に見えないんだよな。ぐちゃぐちゃになっちゃってでも見えますよ、ちゃんと睡蓮に。大丈夫です。いいですね。じゃあここで睡蓮に花が咲かせます。花。はい。これを今度はですね、例えばどこってはないんですが、例えばここにありますが、ここに花が咲いてるだろうというイメージで、こいつですね、トンとぶつんですね。トンとぶつとちゃんと厚塗りになってですね、これしっかりこれ油みたいにベタとつきますね。つくんですね。でそれを強弱つけて、で遠くの方がこの点が重なり合うように、近くの方が点がバラバラになるように。そうするとでもこれは同じにならないんですね。だけどリズムですので、多い少ないのリズムをつけてちょっと乗っけます。俺の先生分かりました。僕の最大の弱点はこのリズムと強弱です。大小強弱リズムが苦手。その通り、そうそう、大小強弱おっしゃる通りです。もう先生手が熱くなって溶けてきました。溶けてきました。今ね、もうその気持ちがね、そこに通じてるんですよね。大小強弱ですね。大小リズム大小リズム、そうです、おっしゃる通りです。大小リズム濃淡強弱。はい、いい線いってますよ、なかなか。じゃあ、今度はですね、ナイフを取り出します。来ましたか、ついに。はい。でご自分でこれに箸書きましたよね。あ、そういう、もうすっかり箸のことを忘れてました。はい、お太鼓ですから、それ難しくないと思います。こうやって一回引っかいて形を作ってみます。だいぶ低い位置に来ちゃった。大丈夫です。だいぶ低い。大丈夫大丈夫。ちゃんと渡りますよ。大丈夫です。はい。でここでホワイトの登場ですね。もう色がちゃんと見えてますので、ホワイトをこう重ねるだけでちゃんと色の加わった白い欄干になると思います。下はブルーでここを影を塗ります。どの辺からか、この辺からここ。そうですそうです。いいですね。で当然これ印象派ですから、こういうところに少しピンクを入れたりですね、ブルーを足したりするとさらに印象派の、ね、胸の柱しくなりますよね。どこにピンク入れるんですか？こんなところです。こういうところに、白の中に。なぜ？ちょっとやってみますね。どうぞどうぞ。ピンク入れるんですね。そうなんですよ。最初言ったようにピンクとかブルーとかホワイトとかですね、そういう優しい紫系の色がですね。ああ、なるほどね。それでブルーでこうやって。そう。これあとムラにするんですね。これをムラにですね。ムラにすると印象派の雰囲気が見えてくるんですね。つまり彼らのやっぱり興味のあった光と影というところの色が見えてくるんですね。先生、この辺に、なんつうんですか、水が見えてる感が欲しいんですけど。これもだから横縦。黒いのをここら辺に入れたいんだけど、やめた方がいいですかね。もちろん全然大丈夫ですよ。もちろん大丈夫です。なんかドツボにはまる気がある。いや、そんなことないですよ。こうやって暗くして横縦。この黒を入れて水っぽくするっていうのがなかなかいいでしょ。だから印象派ってのは結構黒を使ってるんですよね。使わないっていうのに嘘だったんですね。結構ね使ってますか、やつらは。当時のお洋服なんかほら黒い衣装が多いですよね。真っ黒ですよ当時は。はい。から馬車でも何でもね、船でも結構黒いの多いんですよね。でまた黒ってのは究極のやっぱり明度ですから。モネは黒は使わんって言ってたけど使ってますか。多分当時僕がいたわけじゃないかわからないけど、でも絵を拝見する限りはルノワールはよく黒使うんですよね。
図のはそうですね。すごくできましたよ。雰囲気はとってもあると思いますよ。ごまかせますかね。もうもう今日はこんぐらいで勘弁しといてやるってやつですかね、これね。ちょっと待ってくださいね。これでついつい余計なことしちゃうんだろうな、これきっとこうやって。角度結構余るでしょ。はいはい、はいじゃあできたようですのでね、では早速、山田五郎さんのね、はい絵を見せていただきましょう。はい、じゃあモネの睡蓮ですよ。モネの水田もどき、お恥ずかしい限りですが、素晴らしいでしょう。先生の、はい、ご指導もと、はい、綺麗に描きました、はい印象のね雰囲気ぴったりですね。でも、青やあとピンクの使い方ですね。だから私正直言ってこの音のクレヨン8色っていう限られた中になんでピンク入ってんだろうってそれ正直疑問だったんですけど、こうやって書いてみると分かります。わかりました。ピンクの色。よかったよかった。はい。本当そうですね。先生のお手本見せてください。いや島崎のじゃあこれが島崎のです。公然語の違いですね。じゃあ山田さん本当に今日はね新年早々おいでくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう夢が叶いましたよ。こちらこそ夢が叶いました。長生きはするもんだと思いましたけども。でところでね、はいここに2枚絵があるんですけども。もうこれね先生のもうYouTube でこういう人を描くやつを拝見して、もう驚きの連続なんですよね。そうですか、はい、ありがとうございます。いろんな色が入ってるんですよ。これがですね例のクレヨンの、8色セットで描いたんですけどね。ですよね。でも、もうびっくりするんですよ。ここに青なんだとか。で実はこれどっちかがね、熟齢版画という、版画なんですね。で多分もう印刷に詳しいね山田さんですからどちらが本物かちょっと見て当ててほしいですね。そうです。私出版社に勤めてて最後の美術書をやってたんで、こちらが本画ですよね。原画で一発で見抜かれたんですけども、こちらが印刷だというのは分かります。でもこれどうですか。いやすごいよくやっぱり熟齢だからすごくよく出てますね。よかったですね。はい。だってこれ正直が印刷する上でこれ一番難しい。そうですか。一番難しいですよ。先生だからもう画集とかお作りになると多分ものすごく苦労されると思いますよ。実はそうなんですね。はい、色がもうすごく深くて多いからどこに4色じゃ無理ですねこれ。そうです。はい、4色じゃ無理ですよ。だからこれ熟齢でやんないとっていうことになったんでしょうけど。そうです。でも今見ていただいてねこの熟齢版画も分かんないと思いますね。はい。でこれはこのアートクレヨンのですね、グリーンファンディングの返礼品としてこれをお付けしようと思ってます。はい。これは50部60部限定。はい。これでもこれをこのよくできてるさ加減は近づいてみた方が分かりますね。そうですね。かなり本当に近づいてみると感じとか近づいてみると本当によくできてるんですよこれ。はい。むしろ近づいた方が分かんないですね。珍しい。印刷に詳しい山田さんのねお墨付きです。本当にこれをグリーンファンディング欲しいねくれた方にですね返礼品としてお付けしますのでぜひお待ちくださいね。はい。ということで本当に長い時間今日はありがとうございました。本当にいい体験できました。ご指導ありがとうございました。今後ともお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。またぜひ千葉の方にもお待ちしてます。いすみの方にもね遊びに来てください。ぜひぜひお願いしたいと思います。はい。さあということで今日はね山田さんをお招きして一緒に絵を描きました。はい。どうもありがとう。ありがとうございました。良い年をね一緒に今年も過ごしましょう。そうですね。1年元気に過ごしましょう。はい。ありがとう。